いらっしゃいませ。お願いします。お願いします。誰と誰が乗ってきたんだ？春道です。春道です。つづるです。本当の名前は木戸大成です。荒木戸です。よろしくお願いします。二人は久しぶりに会うの？そうです、久しぶり。本当にこの作品の現場以来。そうです。じゃあ1年ぶりとか？3月ぐらい、本当にもう終わりの方だったから。そうですね。でももう全然半年以上は。そうだよね。同じ場面もないしね。ないやだ。てかもう僕ちょっと本当嬉しいです。まずこれ乗れたこともそうだしそうだよね。この親子と一緒に乗車できてるっていうことが、時代がね違うからね。ちょっとたまんないですね。面白い。すごい本当に大人になったね。1年でさ10代すごいね。すごい変わるね。中学生からオーディション始まったので、そっか中学生、高校2年生終わるくらいです。すごいね。どうでした撮影は2人は？いや正直大変でしたね。やっぱり決まってからのことで考えると相当長い期間携わったんで、2年ぐらいかな。いや本当そうですね。オーディションでそれこそ考えたら2年ぐらい経ちますし、でもオーディションの時の大成くんの本当に凄まじい輝きは忘れられないけどな。うわあれそう。いや僕それで言ったらバッて部屋入った時に、もうど真ん中に光さんが、びっくりしました。トアもそう。そうですそうです。松島さんと演技したんですよ。そうあ、そっかトアそっかはそう何人かねオーディションの時びっくにりしましたよ。一緒に演技して、年齢のあんまり離れてないね親子の役だったから、お母さんに見てくれる顔の目つきの男の子がいいねみたいな話してて、全然関係なくアドリブとか緊張してると思えないぐらいいや緊張しましたよ。やっててめっちゃしました。トアしなそうっすよね。でもトアのねお母さんがね私より年下なんだよね。そうですね。そうなの。若いお母さんでだから全然見えますとか言われて、じゃあいいですねみたいな。いやなんかあれ覚えてます。最初の頃なんかひかりさんがトアのそれこそお母さんからかに本当にトアのちっちゃい頃の写真、そうね、アルバム、生まれた時から何歳ぐらいまでの最近までの写真がいっぱい入ったアルバムをもらって、なんて可愛いこんな可愛い息子。でもあれも自分でも久々に見た写真ばっかだったので、イケイケの6歳とかだったよね。七五三の時すごかったですよ、すごかったね。イケイケの、めちゃくちゃかっこいい。不思議な感じです。満島さんに自分の子供の時に見られて、そう毎日持ち歩いて毎日眺めてなんか愛情が変わるかなと思って、そうなの。現場北海道だったけど、なんかこう行った場所の中ですごく覚えてるところとかありますか？いやもういろんなとこ本当に行って、特にやっぱ天狗山のロープウェイのところは、なんか景色とかっていうのもそうなんですけど、やっぱタッケルさんとひかりさんとやっぱ同じ人物演じてるから、同じシーンっていうのがなかなかない中で、唯一現場が一緒だったっていうのは、なんかそこも相まってすごい楽しかったですね。同じ役をさタケルくんとやっぱ演じるのってすごく緊張したでしょ？いやもうやばかったよ。もう本当緊張しました。もうそうだよね。なんか僕ら監督からも、僕らのシーンを経てやっぱひかりさんたけるさんのシーンとかに行くから、そうもう2人の芝居にあなたたちが余計なことみたいな、なんて言うんだろう、2人がいい芝居してるからみたいなことを言われたら、でかくちゃんと一緒にうわやばいやばいみたいな。でもなんか日に日に大成の顔が不安もあるけどすごくいい顔になっていく感じが現場で見てて、トアはもうぶっちぎってたね。いやすごい素敵だったよ。楽しそうだったね。でも撮影中ずっと楽しかったですね。自分の今までとは違う役だって言ってたしね。
いやすごい。でも2人ともドラマみんなが見始めたらすごくなんか見つけられちゃうね。なんて素敵な子たちだろうと思われちゃうね。嬉しいそれだ。あとなんか自分の中でこれは大事だったなみたいな場面って大成はあった？これは大事だったな。ここは本当に見てほしいとか。それで言ったらやっぱり、こう雨の中、本当に雨降ってる中で、多分唯一の春道と八重がこう、ガッと言い合う部分は、あれ結構ね新鮮だった。春道と八重の喧嘩、そうですね、そういうシーンないんで、でもあれは本当に結構雨予報、雨の予定ではなかったのかな、でもその中で雨降ってきちゃったんですけど、それが逆に自分としてはやっててよかったな、なんかこう、そこは見てもらいたいです。すずる的にこうなんか僕これが大事だったみたいな場面は、僕はやっぱりでも、それこそそのうたちゃんのところとかもなんかでも仲いいシーンもすごい好きだったんですけど、見ちゃうじゃないですか、発見しちゃった時に、あれ切なかったね。切なくてすっごい饒舌になってる時に、いつの間にかいなくなってて発見しちゃったんで、っていうあそこは結構しんどかったのかなっていうのと、大事な場面なのかなっていう。確かに。いやなんかつづるもなんか面白い場面いっぱいあったな、見てて。可愛かった。なんか等身大でしょ唯一。その大人の2人は何かを抱えてて、若い2人はやっぱ昔の話だから、今の時代を生きる一番の。確かに。ね。で音楽すごいね、頑張ったよね。めっちゃ頑張ったよね。めっちゃ大変でした。そうだよね。そうだよね。めっちゃかっこよかったよ。打ち込みとかね。あれは本当に自分ピアノ弾きながら、指をガッてそうだってもう私たちが衣装合わせとかしてる段階からね、ずっとスタジオとかでね、音楽の方が来てね、横でピアノ弾いたりとか。大変でした。話し足りなかいことない？多分ずっと話せちゃいますね。そうなんだよね。でも僕、それこそファーストラブ聞いて何を思い出すか聞きたいかも。ファーストラブ聞いて。私私ね、宇多田さんの曲を初めて聞いたのが車の中で、小学校5年生ぐらいの時に東京にお仕事で来たら、マネージャーさんの車の中からオートマティックがかかってきて、本当にもう八重みたいな、もうラジオでかかってきて、でそのマネージャーさんが「年変わんないよお前らと」みたいな感じで「すごー」とか言って。じゃあもうシーンというかまさに八重みたいなことがあったの。すごい不思議な。すごいです。すごいね。それをやっぱ思い出す。生で聞いてみたいね、いつか。いや聞いてみたいですよね。宇多田さんのファーストラブ。よかったです、今日は乗ってもらえて。いや楽しい。短い時間でしたがあっという間ですね。あっという間。年齢が経った時にまた共演できたりとかすると2人もね、ライバルの関係になるかもしれないしな。分かんないじゃん。役がなんか一緒の時代を今度は生きれる。そうだね。まずはそれを目指して。じゃあ今日はどちらまで参りますか？どちらまで行きますか？2人はどこに行きたいですか？一緒に。どこに行きたいですか？僕、どこ？これどこってそれこそ僕はその2人の若い頃の時代をやっぱり入れなかったので、あの時代に行きますか？あの時代に行きたいですね。あの時代に行きます。バックトゥザフューチャー的な。じゃあ曲がります。あの時代に行きます。